本日も動画の方をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日の動画ではリクエストをいただいていたルームツアーをしたいと思います。部屋のね、インテリアの紹介ということで、インテリアすごく自分は好きでいろいろとやってるんですけれども、今住んでるのが9畳の 1K で、キッチンのスペースが2畳ぐらいで、洗面台のところもまたちょっとあるんですけれども、1LDK の家とかに比べたら割と狭い家で、でもそれでもおしゃれに、していきたいなっていうのでいろいろやっております。なのでね、今回動画を見ていただいて、今一人暮らしをしている人とか、一人暮らしをこれからする人、男性女性問わずに、いろいろとなんかこう参考になるような、動画にしていけたらと思っておりますので、一緒に見ていきましょう。それでは始めていきます。はい、それでは始めていきたいと思います。まずはこちら、テレビラック周りですね。僕はテレビを家には置いていなくて、全部テレビをプロジェクターでプレイステーション4とつないで、テレビ、Netflix、YouTube、Amazon プライム、そういったものは全部プロジェクターで見ております。なのでテレビがないので、割とテレビ台周りはすっきりとした印象ですね。まずこちらがね、めちゃくちゃでかいんですけど、ソニーのサウンドバーというのを置いておりまして、こちらこれが11万円ぐらいしました。サウンドバーの結構上位モデルですね。映画がめちゃめちゃ好きなので、映画を迫力ある音で聴きたくてこちらを買いました。で、これに Bluetooth で音楽を飛ばしたりとか、そういったこともできます。で、これを置いているこのラックのように使っているのがジョージ・ネルソンのネルソンベンチですね。これはちょっと知り合いからいただいたんですけれども、ネルソンベンチにもともとついていたこのガラスの天板をちょっと自分で DIY して、東急ハンズでこのコルクの柱のようなものを1,2,3,4,5 個間に挟んでおります。それによってこのサウンドバーをガラスとネルソンベンチの間にうまいこと挟んでいます。で、その上には、はい、こちらはデノンという会社のレコードプレイヤーです。価格は2万円ぐらいで、割とこのスタイリッシュなデザインでかっこよくて決めました。使い心地もとてもいいので、レコードプレイヤー何買うかわかんない人とかはおすすめです。それにこれは Amazon で4000円ぐらいで買った真空管アンプをつないで、これで、音を流しています。スイッチ一つでこのように勝手に針が落ちてくれるので、結構簡単に使うことができます。で、こちらは、はい、この間の北欧旅行でお土産でも買ってきたイッタラの、これはキャンドルホルダーですね。ちょっとこれは音楽は止めちゃいます。あとこちらもデンマークで買ったアーキテクトメイドっていうところのフクロウをモチーフにしたオブジェですね。この馬のオブジェはダーラナホースっていうスウェーデンのもともと幸せを運んでくるオブジェらしいです。それのデンマークバージョンですね。で、キャンドルケースはイッタラです。そしてバレードのボヘミアというキャンドル、これすごい香りが良くて、おすすめです。なかなかメンズでキャンドルを部屋でね焚く人いないと思うんですけど、火の光って結構落ち着くんですよね。結構キャンプファイヤーとかしても火って落ち着きますよね。なので部屋でも火事にならないように火を焚いています。で、このサボテンは外苑前のシボネというショップで購入しました。なんかこのちっこいサボテンが生えてきています。そしてここが香水の並べているところですね。
香水は今マルジェラの2種類とバレードを2種類、イソップとイソップのルームスプレーを使っています。最近使うのはもうこのバレードのスーパーシダーというのがかなり使えるので、ほのかな森のような香りでおすすめです。で、こんな風に瓶で固めてちょっとこう洒落た感じにしています。で、下にはね、このようにジョージ・ネルソンの下にちょっと写真集とかをまとめています。で、その下にはこのようにレコードを置いています。レコードの数はそんなに持っていないので、まだまだちょっと揃えていきたいんですが、ひとまず置き場所がないのでこうして置いています。実はね、この香水の下にプレイステーション4が置いてありまして、スパイダーマンとかなかなかゲームをやる時間はあまりないんですが、プレステ4を中からつないでいます。これがテレビラック周りですね。続いてこちらパソコンデスク周りですね。パソコンデスク周りは今先日 MacBook Pro の13インチから15インチのプロのモデルにちょっとモデルチェンジしました。映像編集の時にやはり書き出しのスピードとかちょっとたびたび落ちてしまうようになってしまって1年しかまだ使っていなかったんですけれども、やはり15インチになると書き出しのスピードもめちゃくちゃ速くなってかなり映像編集が快適になりました。これは27インチのワイドモニターを外部ディスプレイでつないでいて、ちょっと2個ディスプレイを使って編集をしたり YouTube を見たりいろいろとやっております。デスク周りには植物を置いていて、この植物は渋谷にあるジャーナルスタンダードファニチャーで購入しました。植物の名前はちょっと名前を忘れてしまったんですが、これすごい丈夫で枯れづらいので植物をこれから育ててみたいって人におすすめです。結構ジャーナルスタンダードファニチャーで植物を買うことが多いんですけれども、このように鉢も初めからおしゃれになっていて、この土のところに置いてるのはこれはまた別で買いました。 Amazon で買えます。で、上にあるのはなんか鹿の骨とドライフラワーです。このドライフラワーは普通にお花を買ってきてそのままドライになったのをただこうやって引っ掛けてるだけです。でも割とボリュームのあるドライフラワーをまとめるだけでも結構なんかこう絵になりますね。はい。で、このパソコンデスクは IKEA で購入しました。この IKEA のテーブル結構1万2万ぐらいしたんですけれども、足が白かったのを黒の、鉄のアイアン塗料みたいので黒く塗っております。結構雰囲気が出て白の時よりもインダストリアルな雰囲気になってかっこよくなります。椅子もこれも IKEA です。IKEA もスウェーデンのブランドなので結構ねかっこいい家具は、安くてかっこいい家具が多いので、最初お金をあんまりかけないでインテリアやりたい人は IKEA でまず揃えても全然ありだと思います。で今これはねユニバーサルプロダクツのルームスプレーです。でハードディスクとか SSD をつないでやっていて、これはなんか Amazon で買ったスピーカーですね。で今ちょっと趣味で絵を描いたりしているので絵の具を、これはなんかこう油絵を水で溶ける油絵といって、すごく油絵やるのは難しいかなと思ったので簡単にできる水彩絵の具のように描ける絵の具です。そしてこれはアルネ・ヤコブセンのランプです。これは、本物を買うと10万ぐらいするのでリプロダクト品で2万円ぐらいで購入しましたが、椅子とかはリプロダクトよりも本物欲しいんですけども、ちょっとこのランプはリプロダクトで買っちゃいました。
で、上がこれ神棚みたいにしてるんですけど、はい、明治神宮でもらったねこの札を飾っていて、あとはなんかこのご当地のちょっとキャラクターだるまとかを並べています。神棚のとこには何も置かない方がいいとか、神棚の下は何も置かない方がいいとおっしゃってくださった方もいたんですが、ここは自由にいきたいと思います。たまにここにお祈りします。そしてこの脇にね、先ほどから映っていたんですが、ジョジョのポスターです。これは以前最初のもう何年か前にあったジョジョ店で買ったポスターで、ジョジョのポスター部屋に2つあるんですけど、これねめちゃめちゃ好きなんですよね。めっちゃジョジョ好きなので、結構ジョジョのポスターはアートに近いかなと。この配色とこのポージングかっこいいです。さあ、そうして、このままね、この植物は人花というネットのショップで購入しました。身長これ180センチぐらいあるんで、180センチもある植物は結構外に出したりするときにめちゃめちゃ重いので大変でした。でも気合で腰を痛めながら外に出したりしてます。結構こいつも丈夫です。はい、こいつらはコウモリランですねを自分で買ってきたのをこのように板につけて板付けして、それで飾っております。結構板付け簡単にできるんですけど、板付けした後に割となんか成長しなくて弱まっちゃうような気もするんですが、今は様子を見ています。はい、これは結構昔に買って、もうなんかヒョロヒョロになっちゃってね、もうこれ死んじゃいそうなんですけど、はい。でそのままこちらが横波修さんの写真を飾っております。さて、今ねエアコンを切ってちょっと撮ってるんでめちゃくちゃ暑いです。今中盤ぐらいで、ひとまずこのテレビラック周りとパソコンデスク周りを今行きましたので、まだねソファー、テーブル、キッチン周り、洗面台とかをやっていきましょう。さあ続きまして、こちらはセンターのテーブルです。アクタスっていうね、渋谷とか新宿にいろいろあるアクタスというショップで購入しました。ただこれアクタスで買ったんではなくて、このアクタスのテーブルをヤフオクで購入しました。結構ね半額ぐらいで売っていて、かなり大きいんですけど、中に収納が2つあってちょっと見せれないのもあるかな。このようにね、これプッシュアップバーって筋トレの道具とかね、ゲームとかなんかこう隠し収納になるので、かなり使い勝手がいいです。このテーブルの欠点はちょっとこうホコリが目立つので、割と綺麗にしていないとホコリが目立ちます。そしてこれがこの間の北欧旅行でね、行ったらのやつなんですけど、アルバアールトハウスでこれを見て一目惚れして、ちょっと日本帰ってきてからフィンランドのホームページ、インテリアのお店のホームページから購入しました。これ普段はお花を入れるんですけど、今はちょっとお花がなかったんで水だけ入っています。すごいフォルムがかっこいいです。でこの植物もジャーナルスタンダードファニチャーで購入しました。ちょっとこのヒョロヒョロになってきちゃって枯れそうなんですけど、温かく見守っています。そしてこちらはティッシュホルダー、ティッシュケースのホルダーはネットのインテリアのショップで購入しました。あとこれはね、モマ美術館で購入したこのライトですね。結構これ明るいので、普段夜にこの明かりだけでも割と過ごせちゃうぐらいの明るさです。結構ねこれいいんですよね。
はい。そしてこれちょっともうね、あんまりベッド周りはお見せできないと思ってたんですが、サクッとお見せします。この椅子はこの間のデンマークでアルネ・ヤコブセンの、ガソリンスタンドの行ったのがきっかけで、このアントチェアというのがすごく欲しくなりまして購入しました。これは、オンラインショップの中古の家具屋さんで買ったんですけど、80年代の3本足のアントチェアです。結構足が3本で不安定でグラグラするんですが、結構これがまた人の足が2つつくことで5本足になって安定感が出るという面白いデザインです。フォルムがすごく美しいです。でこいつはサーキュレーターでもう全然安いやつで、アイリス大山のアマゾンか何かで購入しました。エアコンと一緒にこれつけとくと結構全体がすぐに涼しくなるので結構おすすめです。はい。そしてベッド周りは、僕の家はベッド置いてなくて、もうこのすのこですね、すのこベッド、もうこんな感じで、すのこベッドの上にマットレスを引いて、これもねニトリですね。これもう布団とかあんまりデザインが効かない部分はニトリでいっちゃいます。でクッションと枕、ちょっとこれホテルみたいな感じでねセッティングしてみました。で、ベッド周りが終わってで、続いてこちらが、ちょっとこの出窓があるので、その辺りも植物とかを置いています。この左側から、こいつはね睡眠の質を上げるというニールズヤードのグッドナイトピローっていうね、これでなんかちょっとラベンダーのリラックスする香りができて、すごく寝る前になんかこうシャシャってやるといい眠りができます。で、鴨さんのこのね写真集だったり、これなんだっけな、エッシャーですね。エッシャーの写真集で、ローライ35のカメラに、これ復元ドライヤーっていって今サロンでも取り扱ってるんですけど、髪を全く傷ませないという最新のドライヤーです。これ髪のダメージとかすごい気にしてる方だったり、あとは頭皮にもいい育成光線と言われるのが出るみたいで、頭皮ハゲとか気にする方もこの復元ドライヤーすごくおすすめです。これはアタッチメントで頭皮のマッサージ用のやつで、これで頭皮をマッサージします。でこれは瓶の何か植物です。でこれねレモン絞り器なんですけど、ちょっとデザインが可愛いなと思って普通にインテリアとして使っています。レモンを小さく切ったのをここで絞って使えるので、使うことはほぼないんですけどね。でこれはこの間北欧に行った時に撮った写真をちょっと絵で描いてみました。大した絵じゃないんですけどね、こんな感じです。でこのライトは、IKEA で買ったライトです。そんな高くなかったです。こちらのドライフラワーは恵比寿にあるソーサリードレッシングっていうショップで5000円いや4000円ぐらいかなで作ってもらったドライフラワーのとこです。こちらは壁紙をネイビーにしたんですよね。白からネイビーにここだけちょっと一面変えています。結構ネイビーにするとシックな感じになって、ちょっと雰囲気が大人っぽくなりますね。こちらはノイエスというソファーブランドのソファーです。これは青山にショールームがある、ほんとソファーだけを売っている関西の方のメーカーのブランドなんですけれども、結構いろいろソファー買うときにいろいろ見てて発見しました。かなり座り心地も良くておすすめです。結構高かったですねこれ。でこれは先ほど届いたアンカーっていう YLDK で取り扱ってるパリのブランドですね。 T シャツが届きました。これは夏に着たいと思います。でそのまま上に行きますと、これはなんかレッドブルの写真集の写真を飾っています。
さあ続きましてやっていきましょう。でこのね部屋でトレーニングを普段しているので、10キロのダンベルと、あとこのゴールドジムの腹筋ローラーですね、これで鍛えています。そしてこのメガネホルダーですね、こちらのメガネホルダーはエンダースキーマのもので、お客さんからいただいたんですがすごく使えています。メガネもねこうちょっと入りきらなすぎて、これもう2個ずつ重ねて、これ完全に間違った使い方だと思うんですけどね、こんな感じで、もっと長いやつが売ってるので長いのを買うといいと思います。はい、そして、こちらはちょっとねもうかなりごちゃごちゃしてるので、プロジェクターの置いてる棚は IKEA で購入しました。ちょっと本がたくさんあるのでまだ読めてない本見たいと思います。上はこれアベンジャーズとかね、マーベル大好きなんですけど、マーベルのブルーレイとかを集めています。この辺は割と雑に散らかっていますね。そして今ねちょっと今度キャンプに行こうと思いまして、ソロキャンプの動画とかも作りたいと思ってるんですけど、今キャンプ道具をめちゃくちゃ集めています。これもなんか紹介する動画いつか作りたいと思います。この寝袋が安いの買ったらでかすぎて、これ車じゃないと持っていけないなと思っております。はい、こちら、小物ですね。結構小物を紹介する動画を、コメントでいただいていたんですけど、今日はこう軽くねこんな感じで財布とユンハンスの時計とエルメスのブレスレット、あとファンタスティックマンのバングルが2つに、エンダースキマーのバングルに、これはカルティエの時計です。でこの大理石みたいになってるんですけど、これ大理石のシートで自分で貼ってつけました。なのでこのディティールがねかなり雑になっております。でもこれ貼るだけでかなりなんかおしゃれな感じになるので、結構ネットで2000円ぐらいで売ってるんでおすすめです。でこれも R とベースの小さいのですね。さっきの花瓶の小さいバージョンです。でこっちの花瓶も、インテリアショップで購入しました。お酒飲んだり、このグラスは透明っていうブランドのグラスです。これすごい可愛くていい感じです。さあちょっとねもう暑すぎて脱ぎました。ちょっと裸でお送りします。裸はあんま見えないんですけどね。じゃあ続きましてこちらがですね、クローゼットの外にこのようにちょっとハンガー L 字フックの長いやつをかけていて、ここに着る洋服とか、このようにカバンリュックとかを今かけちゃってます。ちょっと邪魔なんですけど、この65リットルっていうめちゃくちゃでかいホグロフスのリュックを置く場所がないのでこんな感じにしています。で、クローゼットの中をちょっと今日は紹介しちゃいます。結構ねこれ汚くなっちゃってるんで、見るに耐えない方は飛ばしちゃってください。こちらがだいたいもうシャツとか、あとはブルゾンですねを置いています。これクリーニングしたての、色で分けるというよりは重さのアウターで分けていて、ちょっと厚で少し薄手のシャツジャケット、ここはシャツを一通り集めてて、半袖シャツ、あとはこっちセットアップがすごいちょっとあるので、オーラリーのセットアップに古着のスーツ、ニードルズのスーツ、こんな感じで置いています。ハンガーの色とか揃えたりするともっとおしゃれになると思うんですけど、ちょっとめんどくさいので適当にしちゃっています。でこの下が結構クローゼットは広めなんですが、一応これなんかズボンがたくさんかけれるハンガーなんですけど、割と下にあるやつが取りづらくて、
っちのズボンのやつは使用頻度の低いズボンをここにかけています。であとは使わないカバンとかをここにかけていて、あとちょっと押し入れっぽく物置としてこっちは使っています。ちょっとねあんまりこう綺麗ではないんですが、はい。で隣結構クローゼットが2列であるので広く使えてるんですけど、こっちはアウターですね。冬物のアウターと、あとはズボンをハンガーにかけてこのように1個ずつ収納しています。結構これが一番ズボン収納するのに綺麗かなと思ってやっているんですけど、ズボンもまずデニム、ジャージと色別で揃えています。で、はい、その上はねこれ、はい、その上はこれ漫画を大量に収納しています。これはアヒルの空、あとは奥にね、もうこれちょっと帽子とかもここら辺入れちゃってるんですけど、奥にもキングダムとかも大量の漫画がここに入っております。結構漫画のしまう場所が一時期トイレに全部入れてたんですけど、もうトイレが漫画喫茶みたいになっちゃったので、ちょっとクローゼット空いてる部分を漫画を置くスペースにしております。はい。で、これね最初言い忘れたんですけど、これ床は元々の床をちょっとこの木のタイルを貼っています。ラグはこちらはこれもジャーナルファニチャーで購入したラグになります。結構ラグもね高いんですよね。でもこれは気に入っております。はい。そしてこちらクローゼット戻りまして、こちらがですね、割とこれも IKEA で購入したなんかこうラックですね。4段のメッシュのラックで、結構プラスチックのラックとかですと服が湿気がこもってカビちゃったりとか、なんかこう服の状態をきれいに保てないので、このメッシュのラックすごくいいです。 IKEA でそんな高くなかったかと思います。これめちゃくちゃ良くて、下から靴下を色別でこのように揃えています。Netflix のこんまりっていうドキュメンタリーの動画があるんですけど、そこで片付け方とか掃除の仕方をすごいやるドキュメンタリーで、めちゃくちゃ感動しますし、掃除のコツがわかるので結構それ見るおすすめです。2段目はこれスポーツする時のやつをまとめています。で3段目はこれはショーツ類を夏なのでこのようにきれいに畳んで収納しています。で一番上はこれちょっともうね開かないんで、一番上はもう上から取っちゃうんですけど、 T シャツ類を4等分にして全部こう綺麗にちょっと色別にして収納しています。入りきらないのはもう上のでかいプラスチックのケースに入れちゃってるんですけど、このようにちょっと見ますね。はい、普通に畳んだのをもう一つこの大きさに畳んで、それをここのグッとちょっとこれ汚くなっちゃいましたが、このように入れて、ちょっとどの T シャツがどれかとか分かりやすく収納しています。結構 T シャツの収納とかパンツの収納方法って意外と分かんない人多いかと思うので、こういう棚というかね、これ以前奥に広いクローゼットだった時に買ったもので、縦の移動はできるんですけど横の移動がこれできないので、これ無理やりグッとやって、もう出す時ギュッとやってね、結構これは力技です。はい、こんな感じですね、クローゼットは。はい、続きましてこちらはキッチン周り。キッチン周りはあんまりちょっと見せれない部分もあるんでね。バルミューダのトースター、これめちゃくちゃいいです。パンがすごく美味しく焼けます。でこれこのレンジは全然安いハイアールのものです。でこの木の棚に、本と下は全部小説を置いていて、
小説本を、漫画もここにジョジョリオン置いてます。ブルージャイアントをね置いてて、その上にこれはちょっとお米、コーヒー類、食器というかこの鍋だったり、これもバルミューダのケトルです。バルミューダで全部揃えたいなと思っているので、上は、この結構食器好きなんですけど、かなり雑に置いちゃってます。で最近買ったこのバルミューダのザ・レンジですね。まだ数回しか使ってませんが、デザインがすごくかっこいいです。でその上にまたジョジョのポスターを飾っております。でこの流木はこれオークションで購入しました。そんな高くなかったと思います。でアンユーズドのハットを飾って、ドライフラワーをこれにもちょっとこう飾っております。はい、キッチン周りですね。結構このキッチンの壁紙をこれもシールで貼り替えています。タイルっぽいシールで貼っていて、そのシールの上なので強力な両面テープでこの包丁の置くやつつけちゃってます。これ磁石で包丁が取り付けれるんですけど、めちゃくちゃ便利でおすすめです。なんかこうプロっぽくなるんでね、これがこんな感じでつけれます。でこれは機材ですね。ピーラー、計量計、チーズを削るやつ、大根おろしを粗く削れるやつだったりとか、これはホットサンドを作るやつですね。キャンプでも使えそうなんでこれは良かったです。アルミのフライパンはパスタ作るように買ったんですが全然使ってません。これはニトリのスキレット、これもニトリ。だいたいなんかフライパンとかはニトリで買っちゃうことが多いです。こんな感じです。さあ続いてこちらは下駄箱、玄関ですね。靴が結構多いので、なるべく玄関は綺麗な方がいいということで、ちょっとこうヘビロテで使うものだけを置いております。で入り口にポスターを貼っています。最後これ洗面台ですね。洗面台はシンプルに揃えています。このコップはビショップで購入したホーローのコップと、これはデンマークでお土産で買ってきた、向こうでもう3、400円だったんですけど、なんかイソップみたいなデザインで、これもハンドソープです。でこれはイソップの最近買ったんですけど、これ結構おすすめで、男性女性問わず使えるんで、トゥーマインズフェイシャルトナー化粧水です、これ2番目の保湿力のものですね。でこれも結構メンズでおすすめなのがイソップのポストシェーブローションというもので、これはヒゲ剃り跡とかのヒリヒリも抑えてくれたり、これだけで乳液になるので結構使えるイソップのアイテムです。でヒゲをいつも剃ってるので、このねサクセスの電動シェーバーウェット剃り用のシェービング剤、ジェルタイプのやつなんですけど、これめちゃくちゃ良くて、これはかなり使えます。こういうなんかジェルなので、こうローションタイプのものよりなんかこうローションタイプのものよりもなんかこうヒゲのヒリヒリを軽減してくれます。でパナソニックのラムダッシュの3枚刃です。全然3枚刃は1万ちょいで買えるので、あんまりヒゲが濃くない人だったら3枚刃と5枚刃で悩んだんですけど、3枚刃で十分じゃないかなと思います。結構ヒゲ剃りもねカミソリでやるっていう人もよく聞くんですけど、電動はもうめちゃくちゃ楽なのでおすすめです。はい、こちらはブルージャイアントのサイン入り原画です。これなんか当たったんですよね。これを額に入れて飾っております。こちらは奈良県のニューライトポータリーというブランドの照明です。すごくモダンなデザインがかっこよくて、これで、4万ちょいしましたね。結構高かったんですが、照明ってもうなかなか買えることないと思うので、
こういった感じで一つデザインのいいものが部屋にあると一気にグッとおしゃれになりますね。さあいかがだったでしょうか。ルームツアーっていうのは初めてやってみたんですけども、部屋の隅々まで紹介できたかなと思います。これからね一人暮らししたい人とか今もしてる人でおしゃれにしたい人とかの何か参考になればぜひ、グッドボタンとチャンネル登録、コメントの方もぜひぜひお待ちしております。コメントにも、返信していきたいと思っておりますのでぜひお寄せください。インスタグラムの方も自分のアカウントでは髪型の結構情報を多く出していたりとかスナップとかそういうのもインスタグラムの方にも載せているのでぜひご覧ください。メンズのヘアスタイルだけのアカウントもあるのでぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time!